Welcome to リンヤチャンネル。どうも格闘家の中村リンヤです。今回は、中村リンヤ100の質問に答えます。1年前ぐらいに YouTube やった時ちょっとやったんですけど、リスタートするってことで新しい質問になってます。あんまりメディアにも出ないし SNS もなんかないとあんま発信しないタイプだったりするんで、ちょっとこういうの通してみんなにいろいろ知ってもらえたらと思って、やります。生年月日、1995年の3月23日生まれ、28歳です。で星座が魚座で血液型は A 型です。出身は、埼玉県さいたま市です。何人兄弟？実の兄弟は2人で弟が1人いるだけなんですけど、結構親父がこれについて話すと結構面白くて、上に異母兄弟が4人います。親父は6人いて、でもお母さんの兄弟は2人って感じですね。好きな食べ物はカレーライス。ライスじゃなくてもいいです。カレーが好きですね。スパイスが好きなのかもしれない。いや、日本のルー使って煮込んだやつじゃなくて、スパイスから炒めて作るカレーが特に好きかなっていう。苦手な食べ物は、ミニトマト。でもバイキングとかにあったら絶対体にはいいから食べるようにしてるです。好きなお酒、今は全然飲まないですけど、好きな飲み会行ったりしたり飲むのはビールとハイボールが多いかな。芋焼酎も飲むな。何でも飲むな。得意料理、いやカレーはもう得意に入れちゃダメだと思うよ。唯一たまに作るのはオムレツですね。玉ねぎとちょっとトマトとかわーってやって、であとは卵をわーってやってるところにフィュッて乗せてパタンって締めるだけ。飼ってたペットは3年前まで黒いチワワを、飼ってました。16歳で亡くなっちゃったんですけど、一緒に育った感じ。小9歳の時に来て一緒に、今は実家が保護猫ちゃんを1匹飼ってます。うわー、最近マジでも犬の方がちょっと犬の方が好きかな。集めてるものは大学の時とかチョコエッグのマリオシリーズの何かにしろなんかシークレットみたいなのあるじゃないですか。そう収集のやつって、そういうのを当てたくて集めてたりしてたし、ちっちゃい時ポケモンパンのポケモンシールも集めたし、結構やっぱ集めるのは好きだけど、今何集めてるかな。絶対なんかあるよな。勝ち星勝ち星にしときましょうか。詳しいジャンルはもうこれマジつまんないですけど、格闘技しかないな。格闘技っすね。周りから本当趣味何って言われるとあんまなっちゃうんで、格闘技。あとは宇宙とか好きです。自分にとっての師匠は誰？レスリングもあって水泳もやってたし、で格闘技もあってって、僕いろんな師匠に出会ってきたんですけど、今はやっぱ格闘技出会った時に一番最初にお世話になって、今もお世話になってる高谷さんが頭に思い浮かびますね。いつか YouTube コラボしたいです。一番嫌なトレーニングは、今は嫌なトレーニングなくなりましたね。その前は走りとかサーキットとか嫌だったんですけど、これ真面目な話、もう本気になったら何も嫌じゃなくなりました。そこはめっちゃ変わりましたね。
本気で取り組めると別になんか嫌なことってないなっていう気はしてますね最近。ただ面倒くさいなって思う時とかあるんですよ。はい、そりゃ、はい、はい、面倒くさい時は面倒くさいなって思わないことから始めるんです。骨折の経験は、足首2回、1回、中手骨2回、肋軟骨1回。骨は大丈夫ですね、意外と。はい。全然耐えてると思うんですよ。眼下底と鼻3本もある。煮干し。最近煮干し食べ出したから、もう折れないっすよ。煮干しを食べろ。はい、すぐ治るっすよ。こないだの試合蹴って折ったわ、ここ。煮干し食ったらもう、はい、完璧ですね。はい。つこいは何歳？うちに入って年少ぐらいの時に好きな子できましたね。結構その時は積極的に言ってたなって思いますよ、自分。はい。子供の頃苦手だったけど今大丈夫なものは大型犬。子供の時ピアブレッドっていう格闘技のもう家とほぼつながってるようなところにあって、そこで沿線さんがピットブルを飼ってたんですよ。毎日ジムに行ってたんで、遊び場がジムだったんでジム行ってたらピットブルが一回俺にブワーッつってじゃれてきたのか分かんないけど飛びかかられたことあって、そっからでかいのがもう超無理になって、そのジム行く時ももう今日シュートくんいる？シュートくんいる？いないいるじゃんーとかあと小3の時にチャリ乗ってたらもう狼みたいな犬に追っかけられて、うおーっつってもうやばいと思って全速力で漕いでて、でまだ追いかけてくるかなと思ってパッて見たらまだ追いかけてきてやばいっつって超漕いでて、でもう一回こう念のため確認しようと思って見た瞬間ハンドルちょっと曲がって超スピード出したからこっからブイーンブイーンブイーンってなって大転倒した傷がまだ残ってるんですよ、ここに。小3の時ももう一回トラウマ植え付けられてるんで、それで結構20歳ぐらいまで無理でしたね。大学の先輩で超犬好きな人がいて、愛だからみたいな愛なのかそのビクビクが伝わるんだよ。分かったっつってこう触るみたいな経験をこう何回か繰り返してるうちに今はもう大丈夫なんです。でも先週アゼルバイジャンでランニングしてたら女性が散歩してたんですよ、朝。その女性がリール離しちゃって、その犬がランニングしてる俺をブワーって追いかけてきて、あれちょっと待って、俺犬大丈夫になったけどアゼルバイジャンの犬ってちょっと勝手が違うんじゃねえかと思って、ワン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 とか言ってめっちゃ周り吠えるんですよ。でも俺はこの時も愛だ大丈夫俺お前に愛があるってこう訴えかけてなんとかなったんですけど、伝わったと思います。克服したなと思います。子供の頃大丈夫だったけど今苦手なものはホラー映画とか怖い話とか、ちっちゃい時本当にあった怖い話とか超見て大好きだったんですけど、今ちょっともうあんなもんよう見れんわって感じですね。子供の頃なりたかった職業、まず格闘家。これはもう、なんか一番最初になりたいなって思ったやつ。でも一回2002のワールドカップ見に行った時にちょっと一瞬サッカー選手になりたいなってブレた瞬間あったっすね。その夏で終わったんですけど、それぐらいですかね。あとはずっと格闘家になりたかった、気づいてから。よく見る YouTube チャンネルは直木マンション大好きです。まずあとお笑い系は霜降りチューブ、霜降り明星の、あれ見ますね。あとかまいたちのチャンネルも好きだし、あとは結構哲学系の YouTube も見るの好きです。あとは 528Hz のやつとか、
はいはいはい、リラックスタイムにめっちゃつけたりしますね。はい、でもいずれちょっとイチローさんと喋ってみたいっていうのありますね。はい、なんでかっていうと、全然変な話になるんですけど、江ノ島にいるスピリチュアルのすっごい方に会いに行った時に、イチローさんとすごい共鳴しますよって言われたんです。で、別のすごいなんかいろんなスピリチュアルが見える方にも全然そことは別で、この子イチローさんと兄弟星だねって言われたことあって、なんかすごい、そうなんだ、2つ言われるのはちょっと偶然じゃないなって気はしてる。はい、苦手なことは格闘技以外のスポーツ全般苦手でしたけど、でも最近は格闘技を通してこう体の動きをすごい鍛えるようになったし、そこについてくる意識も鍛えるようになったんで、なんかいろんな動きとか球技もできるようにちょっとなってきてますね。学校の球技ももう球技やったらクズだってずっと言われ続けてたぐらいやばかったんですけど、でもなんか最近いろんな動きができるようになってきてますね。はい、人生で一番高い買い物は、この間引っ越しの時に買ったベッドですね。ちょっと大きめのベッドにしたんですよね。もう本当にストレスないようにしようっていうベッドがすごい高かった。値引きしてもらって90万円ぐらいしたんです。はい、最近見た夢はどんな夢？すげえ楽しかった夢だな。小学校に戻ってて、中山きんに君とプレステ3をやる夢。やるぞやるぞみたいに言われて、おーっつって、でもちょっとなんかあれがある、なんかやんなきゃいけないことあった気がするとか言って戻って、なんかそっからパンってなったんです。やってはないか。やりそうになるよね。いやいや、まあそうですね。なんか結構似てるって言われることも多いし、はい、生まれ変わったら何になりたいか。格闘技以外のことしたいですよね。もうせっかくだから。サーフィンガンガンちっちゃい時からやりたい。ちょっと江ノ島でこうやってみようかみたいに言われたことはあるんですけど、あんま乗れずに終わっちゃったんで、はい、入院したことはあります。肩の手術を2回やってて、その時に入院しましたね。2回ともレスリングで、はい、脱臼を思いっきりして、格闘技を始める前直前とかなんです。3日休みあったら何する？今だったら行きたいとこいっぱいあんな。3日だと福岡あたりちょっと、はい、行ってみたいですね。あ、いや宮崎とか、はい、その辺九州の行ったことないエリアいろいろ回ってみたい。はい、行ってみたい国、エジプト行ってピラミッド見てみたいです。はい。他は割とアゼルバイジャンさんも一昨日帰ってきたんで、はい、別に特に観光とかはしてないですけど、はいはい、意外とハンガリーすごい良かったですね。ご飯も美味しくて雰囲気が好きでしたね。集落あって、道越えたらまた集落があって、道越えたらまた集落があってみたいな。人もやっぱでもそう、世界中のレスラーとしか触れ合ってないから現地人はあんま分かんないけど、はい、でもアゼルバイジャンはすごい親日家が多くて、Where from Japan って言ったら、Oh, nice。ベストとか言う人もいたし、ベスト何それみたいな。今まで行った場所で一番良かったところは、カリフォルニア上の方にある寒い地域のヨセミテっていうエリアはすげえ
壮大な景色を見てこう感じる畏敬の念みたいなのあるじゃないですか。それがなんか一番こうゾワゾワってきたところですね。うわ、何これ地球こんなとこあんのみたいなテンションになったっす。一度会ってみたい人はアントニオ・ホドリゴ・ノゲイラ、ブラジルのプライド時代にすごい活躍してて、日本で活躍してて UFC でもチャンピオンになってっていう方なんですけど、会えると思います。結構 UFC の会場にも来たりしてますし、絶対会うって決めてるんで、好きなラーメン屋はラーメン食べないんですね。食べない、はい、でラーメンってだって昼飯っていうイメージがあって、でも昼って練習と練習の間だからご飯食べとこうなることが多い。仲間とかと行くと結構喋りも大事になってくるから、麺になるとパスタの方になっちゃう、はい、でもまあ強いて言うならその王道のクラシックな醤油の中華そばみたいなのが大好きです。湯の里って僕が育った僕ん家だった温泉施設とピアブレッドのこの間にあった屋台のラーメン屋さんがあって、そこだけはちっちゃい時超行って超好きだったんです。1年以内に叶えたい夢はノゲイラに会う、はい、ノゲイラに会うって感謝を伝えるっていうことをしたい。めっちゃあるっす。彼だけでの話だけで1本動画作れるぐらいだと思うんですけど、10歳の時にダンプカーにひかれてるんですよ。もう生死をさまよってこう生き返った。でそこで学んだ諦めない心とかを、なんか不屈の精神みたいなものをこう格闘技で体現してくれてたんですよ、ずっと。僕はそこに超魅了されて、もうどんだけピンチでこう瀕死になっても最後勝つみたいな、その事故からの復活をもう試合で毎回体現するようなファイターだったから、そこにずっと希望とか勇気みたいなのもらってたんで、ここにもでっけえ手術跡っていうか引かれた跡みたいなのあるし、それ持ったまま戦ってたんで、一番自信のある筋肉はハムストリングスと大臀筋ですかね。中臀筋。もともと全然この体の使い方下手で前ばっかつく感じだったんですけど、その辺は今のトレーナーの竹さんにガンガン鍛えられて後ろ側が発達してきて、今そこすごいスピードとか瞬発力やばいねって言われるんですけど、いや全然違うと鬼の瞬発力ない持久型のやつだったんで、はい、今となってはすごい自信あります、ね、頑張ってつけたから、はい、30これで30、はい、最後まで見てくださってありがとうございました。チャンネル登録といいねボタンよろしくお願いします。いやこれ運動神経超悪かったんで、はい、特に、はい、上手な方ではなかったです。グッパーでいつも最後まで余ってましたサッカー少年たちのグッパー最後まで余って